オーストラリアから男性がやってきました。彼の名前はデイビッド。世界の森林の変化を調査し、記録している映像ディレクターで取材に来たようです。京都の人は町を囲む京都三山と呼ばれる山々の恵みとともに暮らしてきました。この川の水もその恵みの一つです。東山、西山、北山と呼ばれる京都三山に囲まれ、鴨川と桂川という2つの大河が流れる京都盆地。かつて南には小倉池という湖もありました。この地形は風水地層で最もいい地層で、平安京が作られた理由でもありました。この都が1000年という世界的に珍しい長寿を誇る都市に発展したのは、京都三山の恵みと山々が生み出す水の賜物です。1970年代後半から新緑の三山にシイの木が目立つようになりました。シイが増えすぎると地表面に光が十分に届かなくなり、草本や次世代を担う知樹が育ちにくくなります。デイビッドは町の人から教えてもらった京都伝統文化の森推進協議会というところを訪ねることにしました。で京都や日本の典型的なその住まいっていうのは空間っていうのは盆地ですから、山があり川がありで、海があるところもあれば池があったり湖があったりするようなところもある。だからそういうところが一般的なその空間ですよね。起伏っていうのは京都の森林整備を具体的に、林相改善していくところにさまざまなことをやってまいりました。そして、この文化的価値専門委員会、発信専門委員会の方では、今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。京都の森林文化はどうなってしまうのか、心配になったデイビッドは会長の鎌田先生に尋ねてみました。Could you please show me the forests and what's going on with the forests? じゃあ東山に一緒に行ってもらってもいいですから、一緒に行きましょう。京都三山の象徴的な木であった赤松が昭和40年中頃から突如として枯れ始め、急速に姿を消しています。これは海外から侵入した松の材線虫という線虫が松のまだらカミキリという昆虫によって運ばれ引き起こされる現象です。東山では赤松が枯れた跡地に常緑広葉樹のシイの木が増えています。新緑の5月頃、有名な観光地である清水寺、聖霊院門跡、高大寺などの借景となる山には、シイの黄白色の花が目立つようになります。京都市内では、平成17年頃に、シイやナラ類などが突然枯れるナラ枯れが確認されました。これは、薪や炭で使われなくなって太く育ってきたシイやナラ類がカシノナガキクイムシという虫が運んできたカビに負けて枯れる現象です。京都市内では平成22年度に約1万7000本が枯れましたが、平成28年度には収束しつつあります。木が枯れた後には次世代の新芽が出て育とうとします。
しかし増えすぎた鹿によって新芽や樹木の皮が食べられ、木が育たない状況が現れてきました。このままでは裸地が増え、氷土が流れてしまい、森に戻らないだけでなく、鹿が食べない植物だけが育つため、昆虫の種類が減り、虫を食べる野鳥など生物の多様性に悪い影響があります。デイビッドは協議会の専門委員の高田先生に森を案内してもらうことになりました。これまでの山というのは特に市街地に近い里山と言われる部分では新丹林手を入れながら薪や炭を作ってそれを人の生活に役立たせるということをやってきました。京都でも同じクヌギやナラの木のように炭を焼いたらいい炭を作れるような森もありました。いくつかその使い道を分けながら管理してたんですけれど、それをもう50年手を入れずに放置するという時代になってきました。で放置したらどうなるか、鹿がやって虫がたくさんの木を食い荒らして、そこで大量の枯れる木が出てきました。もう昔から1000年間続いた森を燃料の燃料源にするような役割として森を守ることは難しい時代になってきました。森を切らない状態では100ある光が下では5から強いところでも10ぐらいしか光が届いてないんです。それを20から30ぐらいの光、強いところでも40までの光に改善しよう、たくさん光が入るようにしましょう。そうすると次の世代が育ったり、常緑樹しか育ってないところで落葉広葉樹が育ったりすることができます。はい、極めて多様な構造が日本の自然の構造で、これはヨーロッパなんかに行くとすごく単純な森の形で大きな木と大きな木が十分離れてるんです。日本の20メートルの木というのはね、隣り合わせで育つことができる種類がたくさんあるんです。自然と共生する伝統文化を復活し、京都の貴重な歴史的文化遺産を継承し、日本文化を再生する森づくりを進めるため、京都三山の森を守り育てようを合言葉に、平成19年12月、市民、国、京都市が協力して、京都伝統文化の森推進協議会が設立されました。京都三山の文化的価値を公開セミナーやホームページなどで発信。京都三山の歴史的背景を踏まえた森林整備方針の検討や事業の実施、また授業成果を案内する表示板を設置しています。これ京都伝統文化の森推進協議会の市の林のですね、林相改善事業の紹介をしている案内の看板です。ここに協議会の取り組みを説明させてもらってまして、こういう絵でシーリンを将来こういう、ね、多様な樹木が育つ森に変えていこうということで、ちょっと図でお示しして解説させてもらっています。森林資源の活用など自然と共生する暮らしや文化の創造に向けた市民参加による取り組みの展開。
これらを柱に活動しています。伐採されたシイの木は燃料やシイタケのほだ木にされ利用されます。昔の人みたいな腰抜かしてることばっかりで友達拾わせといてね、ここでやらしたり。これが今言ってた C の木ですね。C の木。はい。おお、すごい。ほんでもう一回。私ら現場でね、今やったのはシイタケ。これでシイタケが出てくるんですよね。すごい新鮮な。もともと松の山でね、ツツジが咲いてね、ものすごく綺麗やったんやけど、山をほったらかしてる間に知らん間に常緑樹がいっぱい増えてきました。特に2、3種類の木ばっかりがね、旺盛に生えてるので、しかも道の周りわーっと生えてるので、それを道の周りきれいにするということが今日のお仕事です。でそうすると外国から来た人も、だからおじいさんおばあさんたちがハイキングしようとした時も安心できるし、で子供たちがちょっと山で子供たちだけで山登りに行こうかと思ってもそうやろ。なんか指導してる受けて、京都の子やったんだよ、建築。はい。だからなんか京都だったな。切れる切れる。はい、倒れるよー。バカ。置いてたら怒られちゃうの。いいやんいいやん。ここら辺も行こうかな。はい、出ますね。今日はちょっとなかなかこっちも行きます。出します。はい、頭とか。あかんな。この京都伝統文化の森推進協議会の人たちは、計画的なシイの伐採や伐採した木材の利用など、地道な活動で美しい森を守り続けていたのです。デイビッドは彼らの活動を世界に発信するため、森の人という作品に仕上げることにしました。